触ってたりとか、なんか胸触ろうとしたりとかしたら返します。早く返します。今普通の昼間の会社でなんかするとすぐセクハラパワハラって言われてるじゃないですか。だからまあそういう時代なんでしょうけど、夜はやっぱりまだ古いというか。新年会の時のこの動画ちょっと重たいかもしれないですけど、以前にママにコメントを書いていました。娘が年で先に天国に行きました。ショックで立ち上がれなく時間が過ぎました。どうやって生きていこうと思い始めた時、ママを思い出しました。毅然として女として生きているママに励ましてほしくて戻ってきました。難しいな。大体のことは経験してきたんですけども、はい、ちょっとこれだけは経験したことがないのでどうしたらいいかわからないところではあるんですけど、そうだな、子供が先に死んだらどうしようっていうのは昔から想像はするんですよ。最悪を想定して生きているので、なんとなくちょっと想定していてこう練習をしておくっていうか、練習で立ち直れないんですけど、まあ思ったのはでもその人のことをどれだけ思っているかどうか、だからずっと自分が息を引き取る時まで思っていてあげられたら、その人の肉体はなくなっているけども自分の中には生きているんですよね。肉体がなくなっただけで魂はどっかにあると思ってるから、私は肉体を借りている間に一緒にいただけなので、その間一緒に入れたっていうのはとても嬉しいことですよね。なかなか立ち直れないぐらいショックなことだと思うんですけど、ハッサンの中で生きていれば生きているってことなんじゃないかなと思いますけどね。専務の初登場会なんですけどちょっと読んでもらって本当？つけ回しの時女性を触りすぎてませんか？嘘、そんなことないでしょ。ありがとうございます。すいません。お待たせしました。しょうがないけど。すいません。見てほら嬉しそうな顔。大拍手だね。大拍手してます。全部悪くない？呼ばれてるよ。いや行くんですけど。一回ハゲてから行きましょう。すみません、おたり失礼します。おかえりなさい。お願いします。あゆみさんです。お願いします。呼ばれてますからね。行きますよ。触ってるっていうか、なんかこうエスコートじゃないですかこれ。平井でもそんな感じですもんね。ギリギリ触ってないみたいな。まだこれちなみに僕カメラ回ってないところで専務に聞いたんですよ、この前。こんなコメントいっぱい来てますよって。そしたら僕触ってないですよ。ああ、触ってるつもりないんだもんね。普通によし頑張っていこうっていう感じなんだと思いますけど、なんかこう安心感ありますよね。はい頑張ろうみたいなことやられた方が、なんかちょっと距離離れてお願いしますとかさてこみたいに言われるより、いやらしくない触り方をするとかやっぱりプロですよね。みんな嫌な気はしてないですよ、専務だから。佐藤君だったら多分ちょっと嫌だと思う。そうか、専務だから許されるっていうところもあるのかもしれないですね。そうあります。下心がないのが分かってる。そう。ただ今普通の昼間の会社でなんかするとすぐセクハラパワハラって言われてるじゃないですか。だからまあそういう時代なんでしょうけど、夜はやっぱりまだ古いというか、嫌だったら嫌だって女性が言ってくると思うんで。でもこれが夜だからっていう考えも、今どうなってるの、それも古いそうですよね。と思います。
なんだろう。ちょっとまた最後1個だけコメント大丈夫ですよ。ありますね。とっておきですか。とっておきです。やだ79の近くの女の子が尻尾入れ墨出してるんですよ。席抜いていいですか？お客様に剥がされちゃって、それでちょっと怒っちゃって抜けたって感じですね。買ってたんだもん。あ、そうそうそう。すごい特殊なお母さんなんですけど、あの人酔っ払ったふりして酔っ払ってないんですよ。まあ、酔ってるんだけどちゃんとしてるんですよ。本当にいやらしくないんですよ。あの人絶対にホテルに誘わないんですよ。であの人だとか言って酔っ払ったふりしながら売り上げを上げてあげたいと思う時にわざとボトルをアイスペンにダーッとかするんですよ。おー飲め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 とかやって、おーもう一本持ってこい、何々持ってこいとかわざとやるんですよ。照れ隠しみたいなとこあるかもしれない。めっちゃめっちゃいいお客さんですよ。はい。キスを迫るお客様、七重ママにとっては良いお客様なのかもしれませんが、他のホステスさんが明らかに嫌な素振りしてますよ。銀座に何年通ってる、酔ってない関係なく、係のママがお客様を育てることも大事だと思います。モモマネージャーはよくついてるんですよ。ちょっとやめてみたいな感じで一瞬そのそころだけ取ってるから、モモが嫌そうかわいそうみたいに思うかもしれないけど、本人に多分聞いたら全然はあみたいになると思うんです。口説く気がなくて冗談でやってる人だから、本当にただのじゃれ合いなんですよ。で例えば冗談で本気でなんかこうチューとかされそうになったらうわってなるかもしれないけど「なんやチューしちゃうぞチュー」とかいうおじさんみたいな、いますよね。いいでしょ。で「もうやめて」みたいなギャグっていうので、そういうおじさんで好かれてる人っているじゃないですか。面白いみたいな、そういう感じなんですよ。マネージャーたちは分かるんですよ。それがその人のいいところだってことが。でそもそもなんですけど、おさわりがダメですよ。おさわりして女の子を抜くか、ひどいと注意しに行きます。そうですよね。そうですよ、もちろん。でもなんでお客さんだけは優遇されてるんですか？あれ、おさわりしてました？してましたね。どんな感じでした？マミさんがタトゥー隠してたし、あ剥がされたっていう。あ、それはダメですね。私知らなかったんだけど、それ黒服から報告ないといけないよね。胸をタッチとかもダメですよ。おさわりダメです。そういう時は私もももパチンとか「ちょっと今日やりすぎじゃない?」とかって言いますけど、ほらももとかならそんな感じだけど、新人の子とか、そういう時はもちろんめちゃめちゃ注意しますよ。やっぱりよくわかんない子たちが「やめてください」って言ったらアウトだから言えないじゃないですか。だから本当にああいう人じゃなくて、素質の悪いお客さんって言い方失礼なんですけど、なんか本当になんかこう見てないところでこうスッとお尻触ってたりとか、なんか胸触ろうとしたりとかしたら返します。早く返します。なんかチェックでよろしいですかとかそれぐらいやりますね。そういうお客さんを持ってると係も女の子たちに好かれなくなっちゃうから、ママのお客さんつきたくないですとかなってくるんで、係にとってもいいことじゃないんですよ。これ返答書くのってすごい難しくないですか？これそうですね。そうですよね。伝わんないのもね、やっぱ人って一緒にいる時間がある程度ないと理解できないことって
あるからね。そういう癖のある人を見抜けるのもホステスの仕事だし、手なずけるのもって言ったらあれだけどホステスの仕事だし、いやこの人言う通りあれですよ、お客様を育てるとか、お客様の間違ってるものを修正するとか、お客様にちょっと厳しい助言をするとかっていうのもママたちの仕事ですから、そんなことはもちろんしますけどね。うん。お金を使ってくれたらいいお客様っていう考えはありますか？全く同じ A さんと B さんが例えばもう本当に双子みたいな性格もやることも全部一緒で、お金使う使わないだったらそれはもちろんお金使ってくれた方がありがたいですけど、そうじゃなくてだったら関係ないです。ダメなお客様はダメです。じゃあそれが今回のケースに当てはめるとどうなんですか？あのお客様そんなにすごい使うわけじゃないですよ。仮にすごい大金を使うお客さんでも、飲み方が荒かったりお騒ぎばっかりしてくる人で、お金を全然使わなくてもなんかスマートに飲んで帰る、はい、どちらかを大事にするかといったら、後者ですか？そうですそうです、もちろん銀座ですから。三里マネージャー言ってましたね、お金を追ったら人は逃げるから。確かにですね。たまにそういう子入ってきますけどね、明らかに悪いなぁみたいな使わせ方。まあでもやっぱ銀座ドリーム使いたいんじゃないですかね。銀座ドリームって何かって言ったら人によって違うと思うんですけどね、色で取り入ってちょっと振り向かせて悪い使わせ方をしてお金持ちに一瞬なっても、例えば愛人になって辞めますとか言って一瞬いい夢見ても3年ぐらいで帰ってくるホステスいっぱいいますからね。その方が全然不幸だったりしますよ。だって売り上げなくなっちゃいますもん、その3年の間に。お客さんいなくなっちゃうんですよ。もう連絡も取らずにお金持ちの愛人やったりとか、そんなことしてんだったら最初は色恋で声かけられてもちゃんと信頼関係を自ら築いて長く素晴らしい方々とつながっていくのが銀座ドリームじゃないですかね、きっと。